皆さん、こんにちは。基本のヨーガのかすみです。今、日本は夏、暑いですね。セミもどんどん増えてきて、ミンミンゼミから今、アブラゼミ、クマゼミが鳴いています。いつもこの YouTube を見てくださっている方から、最近更新ないけど、元気大丈夫って、あの、メールをいただいたので、元気です。ただ、セミの声がね、録画してると入っちゃうんですよね。それでね、なかなか日中は、どうしようかなっていう感じになってまして。でも、今日はやってみます。もしかするとセミの声がちょっと入るかもしれませんけど、それも楽しんで。And yeah, I know that you are waiting for my new video. So we're gonna do some stretching and pose for back bend. それではやっていきましょう。今日もよろしくお願いします。さあ、それではですね、早速今日は股関節、特に鼠径部のところ、大腰筋のストレッチなどをやっていこうかなと思います。足のね、付け根。足の付け根が硬いといろんなことがやりにくいんですが、まず後ろに反るっていう動きがやりづらくなるんですよね。で、この太ももと骨盤のとこ、付け根のところ、それからお腹のこの辺りまでを一緒に考えていくといいんですが、ここがくっついていると、どうしても腰だけで反るようになってしまうんですね。そうすると限界があるし腰が痛くなっちゃう。だから、この鼠径部の部分、この部分を伸ばしてあげることによって、より後屈がスムーズになってくる。というふうに考えています。はい。それでは最初は、左足を曲げて、右足を伸ばしましょう。で、まずは曲げていない方、伸ばしている方の足をブラブラーっと振ってね、この緩みを作っていきます。で、それから今度は曲げてる足の方におへその向き少し変えて斜めでいいです。まっすぐじゃなくていいです。で、ちょっとこんな感じで、中、外、中、外。ここに骨盤がありますよね。で、骨盤のこの辺りに股関節、太ももの骨あります。で、この辺りって大事だからいっぱい靭帯があってつながっているので、硬くなりやすいですよね。使うことによってそれを緩めていく、ほぐしていく、使いやすくする。はい。じゃあ今度もう少し角度を深くして、足伸ばしちゃっていいですからね。よいしょ。で、この形、こっちがきついっていう方もね、中にはいらっしゃるので、そういう場合は、クッションとか、あと、ブロックのようなものをお持ちでしたら、座布団とかね、お尻の下に入れると、ちょっと楽になりますから、工夫して。はい。じゃあ、この形でどうですか？このあたり伸びていれば OK です。お尻をゆらゆら揺らしてね。で、あとはきつかったらちょっと肘を曲げて上半身を下げて、こんな形でもね。で、だんだん伸びてくるので、そしたら上半身を起こしていって、ももの上に手を置いて、上半身起こせば起こすほど伸びてきますから。大事なのは、ここで切らない。それから、ここから反らない。そういうことですね。太ももの骨がお腹の中までつながっている、そういうイメージ。まあ実際つながっているんですけどね。引っ張る。長くする。はい。じゃあ今度は反対していきましょう。はい。今度反対に行きますね。はい。最初はこのまま伸びている足の方をブラブラーっと、こう膝を曲げたりしてもいいですしね。動かして、はい。それからちょっと斜め。骨盤は締める方向。骨盤ごと開くのではなく、骨盤は締める方向で、股関節から太ももの骨、大腿骨を動かす。
動いてきたら、だんだん角度を深くしてね。はい。最終的にはまっすぐ、肩と腰がまっすぐになるようにしていくと、より効いてきますから。で、さっきと同じようにね、肘をついてもいいですしね。で、あとはね、骨盤を、後ろに持ち上げないっていうのかな。尾てい骨を息を吐きながら中に入れていく意識を持っておくといいですね。息を吐いた時に骨盤をこう落としていくというか。前のお腹の方で言えば上に上がっています。後ろは降りて前は上がっています。おへその下あたりかな。このあたりで腹筋を使って骨盤を立てていくようなイメージですね。で、骨盤が一緒に、足と一緒にならないように、骨盤は上半身の仲間。足はそのまま、足だけが下半身。骨盤一緒についていって、こっからが足って思うことも動きによってはね、あります。歩くときなんかは、ここから足だと思って歩くと、すごく効率よく早く歩けるんですけど、今は、ね、ここから足なんだけれども、骨盤の骨、この入れ物、骨盤は上半身と思って、足と一緒にならないようにしておくといいですね。はい、いいでしょう。さあ、では、一回、足をね、はい、いい角度に。あんまり開きすぎなくてもいいです。動かしてね。はい。それでは、足を閉じてきて、今度は膝立ちになります。で、これもお膝痛い方は、ブランケットなど敷いていただいて、はい。膝と膝の間は、だいたいげんこつ一つ分ぐらいね。後ろの足指立てた方が安定します。はい。それでは、まずはお尻の下ですね。お尻の下に手を当てて、このあたり、付け根が上に伸ばされるように骨盤を前に少し押しましょう。骨盤というか太ももの骨の下ですね。お尻の下あたりを前に押しましょう。後ろの足の指がぐらぐらしないように親指でしっかり床をしてね。お腹閉じて骨盤締めて。息を吸いながら両手を上に伸ばして、胸を天井。吐きながら右手でかかとを指先タッチするだけでもいいです。息を吸って左手を上。この時に後ろに倒れてこないように、お尻の下を前に前に前に送ってね。はい、吸いながら戻す。吐きながら今度は左手かかとタッチ、右手が天井。できるだけ左の肩甲骨をまっすぐに天井の方に向けようとします。で、それからお尻の下を前に前に前に押す。お腹は緩まないように、お腹は締める。はい、吸いながら戻って、吐いて、一回かかとの上に座りましょう。はい、もう一度息を吸いながら、はい、伸びて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 、長い体を作って、もう一度右手、お尻を前。はい、吸い息、両手上。吐きながら、長い背中を作りながらね、左のお尻を前ですよ。はい、息を吸いながら上に上げて、吐いて、かかとの上に座りましょう。手をこんな感じで、お尻に当てていただいてもいいですね。仙骨のところに手を当てて、脇を締めて、二の腕外に回して、そして骨盤を押してあげる。こんな形でもいい。はい、いいでしょう。はい、次に手を組んでいきます。こんな感じ。で、ここはずらしてね。こうやって組むと当たって痛いですから、ここはずらしてね。マットに肘をついて手を組みましょう。で、それから足を伸ばしていきますね。まず右足を伸ばして、息を吐きながら、かかとを後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。はい、戻して。今度は左足。
はい、伸ばしたら、かかとを後ろ、後ろ、後ろ。はい。じゃあ、両方伸ばしますよ。息を吸いながら、はい。両方伸ばして、小さなプランクポーズをまず作りましょう。で、そこから、そーっと膝をついて、太ももついて、息を吸いながら胸を上に、骨盤は上に上に、腹筋を使ってね、肩甲骨は下げていく骨盤の方に。はい、もう一度息を吸って、ももを上げる、膝を上げる、脇を使う。お尻が上がりすぎないようにね、お尻少し下げて、かかとから頭までが一直線。はい、それから吸う息でそーっと膝を置く、ももをつける。はい、そこから次の吸う息で胸を前に引き出していきましょう。首を使って。はい、緩めて。はい、今度は手のひらを胸の横あたりに置きます。で、そこから首を伸ばして、息を吸いながら、ブジャンガーサナコブラのポーズをしていきましょう。お腹を少し持ち上げるようにして、おへその下あたり、ね、このあたりを上に引っ張り上げるようにして、腹筋を使います。仙骨とお腹を薄く中心に集めておきながら、骨盤を上に引き上げる。この時に恥骨が床から離れないようにしましょうね。足を長くして肩を下げて胸を開く。コブラのポーズは胸を開くポーズになりますが、足の鼠径部のところが硬いととてもやりづらいですよね。はい。では、ゆっくり戻ります。戻ったら一呼吸を置いて、手も楽にしましょう。はい。それでは今度は壁を使っていきます。そしたら、膝の下に何かタオルとか敷いておくとやりやすいかなと思いますが、まずは、左の膝を乗せますね。壁との距離なんですけど、一回ちょっとやってみてね。このぐらいがいいなっていう場所あると思うので、後で微調整してください。壁に近づけば近づくほどきつくなると思います。ね、ちょっとやってみて、どうかなってやってみてね。で、ちょうどいいところ見つかったら、はい、足の親指の付け根開きながら壁を押して、手で肘からこの手の部分までを使ってマットを押して、右の鼠径部を伸ばします。息を吐いてお腹は薄くしましょう。骨盤が倒れていかないようにね、骨盤がこっちの方向ですよ。はい。では、息を吐きながら、右足を戻してきて、はい、一度丸くなって、はい。それから息を吸いながら左足を伸ばしてみましょう。親指の付け根つきましたか？さあ、では押していきますよ。手の力も借りてね。それから左の腰は閉じていく。さあ、程よく伸びてきましたか？はい。では戻しましょう。はい、丸くなって、はい。息を吸いながら上体を起こしていきましょう。どうですか？かなりこのあたり伸びましたかね。右足を壁の方に上げて。このあたりですね。このあたりが伸びている。そしてお尻を下げる。下げる。下げる。足は上です。手で押してね。これもね、下の膝がもし痛くなりやすかったら膝の下何か敷いてくださいね。
はい。それでは反対もやってみましょう。足を戻して、はい。息を吸いながら、左足を上げる。足の甲を壁につけていきます。で、それから、はい。上に伸びる。押す。伸びる。押す。腰が開いていかないように、左の腰は閉じるようにして、まっすぐパラレルで伸ばしていきたい。はい。いけるところまでどうぞ。はい。いいでしょう。それでは戻してきて、はい。一度丸くなりましょう。じゃあ、糸ポーズ。息を吐いたときに尾骨を入れて、腰骨伸ばしていきましょうね。腰椎伸ばしていきましょう。はい。それでは息を吸いながら上半身を起こして。はい。ではもう一つ壁を使ってやりましょう。まずは壁にぺったりともも、お腹をつけます。できるだけ近づいてね。足の間は腰幅ぐらい開いていても大丈夫です。で、このお腹が離れないように、なるべくお腹くっついたまま、特に下っ腹ね。下っ腹が壁にくっついたまま、手をお尻の後ろ、息を吸いながら胸を上に上げていって、お尻を前に押しましょう。太ももの骨を前に押しましょう。はい。一回戻ってきて。こんな感じ。あとは今手を使って押しましたが、手を使わなくても自分で太ももの骨を前に前に押して、それをやり続けてね。で、今度は手を横に、こういう形ね。こういう形でやりましょう。はい。では、お腹くっついてますか？息を吸いながら首を上に引っ張り出すようにして、はい、吐いて腰を締める。足は強く、肘を上に。はい、吸いながら戻ってきて、吐いて、休憩。かなり筋力も使いますね。この形だとね、絶対に腰が反りようがないというか、ね、骨盤安定させながら伸びていきますから。バックベンドのための筋力づくりのためにもなります。さっきのウシュトラアサナラクダのポーズもう一度やってみましょうか。さあ、では、足指を立てて骨盤、この部分を意識しますよ。息を吸って手を上に上げて、吐きながら、どちらからでもいいです。かかとをタッチ。はい、胸を広げて、鎖骨を横に広げて、足の指で床を押して、お腹を使いましょう。はい、では起きてきます。息を吸いながら起きてきて、はい、吐きながら、かかとの上に座って、どうですか？片手ずつさっきやった時と比べて、どうだったかな？はい、それでは、一回ダウンドッグを作りましょうか。ダウンドッグをして、はい、ももの裏、アキレス腱、膝の裏、背骨、全部伸ばしてね。で、それから息を吸いながら右足を遠くに引っ張って、はい、吐きながらその足前に、右手の外側に斜めに置きましょう。で、それから吐く息で左の足を下ろしていく。今、左の付け根が伸びていますね。さあ、では、後ろの足楽にして膝を置いて足首伸ばしたら、左の肘をついてちょっとツイストをかけていきます。右手を足の中からくぐらせて、こんな感じで、すねを手前に引き寄せるようにして使ってあげるとなおいいですね。曲げている右のお尻は下げる方向。前に行くのではなく、下げる方向。左の骨盤は床に下ろしていきます。それでお尻周りがかなりストレッチされてますね。
はい。じゃあ、入れていた右手をほどいたら、今度、後ろの膝曲げられるかちょっとやってみましょうか。で、曲げるときにね、膝のお皿がこうやってまっすぐついてると痛くて曲がりません。だから、ちょっと太ももの前あたり、このあたりまでスライドしてきてから、膝関節楽にして、テンションかからないところで曲げて、そうすると、曲がりやすい。痛くないと思います。痛かったら無理しないで。ね、はい、右手でも。さあ、お尻とかかとをつけるような感じで、太ももの前を伸ばしていきます。これね、硬いとかなりきついですよね。前の曲げた足は、後ろに引いてくるようにね、矢印、こっちですよ。あとは胸の呼吸。はい。はい。では、そーっと伸ばして、息を吸いながら体を起こして、はい、ダウンドッグに戻りましょう。右足後ろ、ダウンドッグ。はい、今度は左です。息を吸いながら左足を長く引っ張って、吐きながらその足、左手の外に斜めに置きましょう。はい、斜めに置いたら、右足のもも、鼠径部のあたり、伸びを感じながら、そーっと膝をついて、はい、右の肘をついて、なるべく右の腰を床につけるような形で下ろしていく。今度は左手、見えるかしら。左手を中から入れていくんですが、ちょっと皆さんそのままね、前から見るとね、こんな感じになる。ね。この手中から入れて、で、組んでもいいですね。持ってみる。こんな感じ。で、ひねっていきます。前の足の太ももは後ろの骨盤の方に、骨盤よりも下を通り抜けるような感じね。骨盤の中で終わらないで、もっともっと奥に尻尾の骨の方に通り抜けていく感じ。はい。そしたら膝を曲げてみますよ。はい。左手で持ってみましょう。ね。お尻とかかとを近づけるようにしてもいいですし、あとは、お尻を下げる。その方が足の付け根伸びてきますね。だから、かかととお尻離れてても全然 OK です。今伸ばしたいのは、右の鼠径部のところですかね。そのあたりをフォーカスしましょう。右の太ももが長くなる。左の足は後ろに引いている。はい。それでは手を離して、はい。戻っていきますよ。手をついてね。それから前の足を後ろに。はい。ダウンドッグで伸ばしましょう。背中も伸ばしましょう。ももの裏も伸ばしましょう。はい。いいです。それではそーっと膝をついて、うつ伏せになりましょう。はい。今、足の付け根伸ばしたかったはず。ね。前の足、ずっと曲がってたから。はい。少しゆらゆらして。はい。楽にしましょう。はい、そこでね、もう一度コブラのポーズしてみましょうか。今散々足の付け根伸ばしてきましたからね。さあ、ではね、手のひらを胸の横に置いて脇を締めます。肩を下げて、息を吸いながら、はい、上がっていきましょう。はい、あとはね、お腹、おへその下ね、おへその下を仙骨の方に近づけながら、で足あんまり開きすぎないようにしてくださいね。腰幅ぐらい。ちょっとぶつかる。はい、どうですか？だんだんやりやすくなってればいいですね。で、あとは、肩がね、顔にくっつかないように、肩、後ろに引いて、首を長くして、ちょっと肘を曲げるといいですね。お腹の皮伸びてきましたか？足の付け根のところまで来ましたか？さっき壁で押したお尻の下、このあたりが
今度は床を押している。はい、いいでしょう。はい、では、息を吐いて、背中丸くして、チャイルドポーズ、お尻をつけて、はい、おでこの下に手のひら重ねて楽にしましょう。はい、次の数式体を起こしてきて、はい、軽く膝を落として、はい、正座の状態がきつかったら、足を前に伸ばしても構わないです。ツイストしましょう。はい。右手を前、左手後ろ、息を吸って、吐きながら左に、軽くでいいですよ。調整してるだけだから。はい。吐いて戻って、反対もしましょう。息を吸って、吐きながら右に、呼吸は止めずに、はい。戻ってきて。はい。それでは仰向けに寝ていきましょう。膝を曲げて、手を斜めに置いたら、少しツイストを入れていきましょうね。腰を緩めましょう。同じところばっかり使っているとね、どんどん体に負担きますから。腰を緩めて。肩を下げて、足を長くして、全身の力を抜きます。今日は、後屈のための時計部のあたりのストレッチ、それからそれにまつわるポーズをいくつかやっていきました。夏は体が柔らかいから、いろんなポーズ挑戦しやすいですよね。筋力を使いながらやっていくと無理がないですから。一緒にまたチャレンジしていきましょう。それでは、ありがとうございました。Thank you for watching. See you next video. Bye bye. 筋トレクラブ、なかなかビデオが撮れずにいますけど、夏になっちゃいましたね。夏になる前にちょっとスッキリしようかな、させたいなって思ってたんですけど。でもまあ、一年中筋トレやっていきましょうね。また時間を作って撮っていきたいと思います。